23話、つわものの解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス。23話掲載の V ジャンプ8月特大号が、2025年6月20日に発売された。前回22話、ジラでは、孤児が最も恐れていた戦闘がついに始まってしまう。人真珠、竜が完全に破壊された結果、神器を救うためのトテ玉が現れる。サラダが意識を失っている状況で、美月とアラヤはこのトテ玉を手に入れようと動く。その瞬間、近くにいた爪垢の真実、爪痕からジラが登場した。トテ玉を取りに来たかと思われたが、一切関心を示さずに飛び去る。その間にボルトは人真珠、祭りを撃破し、このハマルを救うことに成功。このハマルは祭りから生成されたトテ玉を獲得した。しかしボルトに休むいとまはなかった。小型の美獣玉による遠距離攻撃を機に、ジラとの戦いが始まる。ボルトはこのハマルに他の忍びたちと最初の合流地点を目指すよう指示。このハマルを安全に逃がしたボルトは、和牛の飛来神の術を使った戦法でジラと対峙する。その光景を真術、千里眼で監視していたエイダは、ボルトの戦いの様子を孤児に報告していた。エイダはボルトが検討しているという感想を持っていたが、反対に孤児は予知の結果からこの戦いを絶望視していた。ボルトは仲間を確実に逃がすため、ジラから片時も姿勢を反らせない状態にあった。最後の手段である螺旋丸、渦彦を発動するため、わざと自分からジラの木刀に囚われる。ジラはアイやボルトの情報源について知るため、ボルトの剣を取引の材料にして質問する。この油断が隙を作る結果となり、ボルトの渦彦が命中した。ジラは渦彦の影響で持続的なダメージを負い始めたが、その仕組みをすぐに把握する。美獣玉の理論を活用し、自分に与えられた回転の力を打ち消していく。ボルトはジラの圧倒的な実力を肌で感じることになった。22話では、トテ玉に関する事態が複雑になる中、ついにボルトとジラの直接的な対決が始まった。ボルトは仲間たちを守るためこのハマルを逃がし、自分がおとりになってジラと戦う選択をする。頼みの渦彦を繰り出すものの、ジラはその効力を巧妙に相殺する。孤児の悲観的な予想の通り、ボルトは絶大な力の格差を痛感させられる展開となった。23話はここから展開される。この動画では23話、つわものの解説と考察をやっていこうと思う。まずは23話のあらすじの解説をしていく。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。23話では、ボルトとジラの戦闘の模様が詳細に描かれた。渦彦の可能性にかけていたボルトだったが、その効果は破られてしまう。底知れぬジラの力によって次第に押され始めていた。その頃、仙人モードで爪垢を一掃した美月のところへこのハマルが駆けつける。お互いに現状を報告した。アラヤは犠牲となった淀を抱えて神器の元へ向かっているという。美月はボルトの加勢を提案するが、このハマルがボルトの意図を汲んで却下している。この間にもボルトはジラを相手に粘りを見せるが、ついに大きな隙を見せてしまう。千里眼で戦闘を見ていたエイダもボルトの劣勢に焦りを覚えている。エイダは孤児に応答を求めたが、彼に異変が見え始める。更新が来るという。孤児は突如白目を向き、新たな情報を受け取り始めた。新たな未来の光景を目の当たりにしたようだ。ジラがボルトにとどめの美獣玉を放とうとしたその時、美獣玉を貯める右目を黒い棒が貫いた。ジラの背中に乗ったのはカワキだった。予想外の展開にエイダは驚いている。このハマルと美月のところにはデルタが現れた。孤児はこの戦況を更新された真術、実報で確認していた。彼曰く6日ぶりの更新だという。そしてカワキが参戦したこの状況は初めて見る展開だったとしている。孤児はボルトがこの数日間でカワキに情報を渡した可能性を察する。ジラは突然現れたカワキに以前の日にならないほどの力を感じていた。カワキはボルトに遠慮することなく真術、カーマを発動。ジラに立ち向かうというシーンで次回へ続く。23話は運命の得意点であるボルトが起こしてきた行動によって、孤児の真術である実報に関する新事実が垣間見える内容となった。カワキの参戦は、これまで孤児がこの真術を通して見てきた可能性にはない展開だった。ボルトが共鳴したカーマを制御できるかどうかが心配な点である。今回も非常に面白い内容だった。月刊連載という難しさがありながらも、ここまでワクワクさせる展開を続けられる漫画はそうないのではないだろうか。ボルトの勝機がないとされている中ではあるが、決して一方的にボルトが追い詰められるわけではない内容には見応えがあった。戦闘描写がわかりやすく、術を絡めた工夫の数々からそれぞれの動きの意図が伝わってくる。ボルトがジラに吹き飛ばされて気を失ったように見えたシーンでは、そのままボルトの命が奪われてしまうかもしれないという緊張感に加え、ボルトから大筒木桃式が顔を出すかもしれない恐怖も感じられた。そしてこの2つの緊張をぶち破るかのように登場したカワキが最高にかっこいい。一時的な協力ではあるが、
2人の主人公が揃って戦う様子はやはり胸を熱くさせる。しかしボルトたちの逆転勝利が確定したわけでもないという点も、次回の話を早くも読みたくなってしまう要素となっている。第2部のボルトは9話からわかるように真術、カーマの使用を控えている。ボルトは未だにカーマの制御ができておらず、内なる桃式によって体を乗っ取られる規定性がある。この術ともう一つ、ボルトが不自然なまでに使用していない術がある。それは影分身の術である。第1部までのボルトが上等手段として使っていた得意技であったはずが、第2部では不思議なことに一度も使用する様子を見せていない。おそらくこの術を使わない理由も、桃式が動き出す恐れによるものだと考えられる。影分身の術を使用すると、使用したもののチャクラが増えた分身に分配される。1人増えただけでも半減することになるため、普通の忍びが扱うには難しい術であることが改めてわかる。そしてボルトの場合の欠点はそれだけにとどまらない。ボルトに潜む桃式は、ボルトのチャクラが残り少なくなった時に表に出ている大筒木一式との戦いの直後などが分かりやすい例だと思う。再度ボルトを乗っ取った桃式が何をするのかについては、予知能力を持つ孤児でも完全に読むことは困難である。これまでの事例からボルトの仲間を傷つける可能性もあれば、最悪の場合ボルトの意識がもう戻らないという恐れもないとは言い切れない。桃式の問題を解決しないことには、安心して影分身を作ることができない。しかしながら、ボルトが影分身の術を失ってしまったことによる影響は大きい。影分身は今後の戦いでの結果を左右する重要な役割を持っていると考えられるからだ。ボルトはジュラとの戦いで螺旋丸、渦彦を当てたにもかかわらず、ジュラにその原理を理解されたことで対処されてしまった。ジュラに渦彦が効かなかった要因として、付与した回転のエネルギーを打ち消されたことの他に、星のチャクラの不足による威力の弱さも考えられる。この問題の解決の糸口になるかもしれない術が影分身である。そのヒントが過去のナルトにある。影分身の術は発動するとチャクラが分配される一方で、解除した場合は分身のチャクラと情報がオリジナルの術者へ還元される。ナルトはこの原理を応用し、分身に戦術チャクラの吸収を担当させた。仙人モードへ変化した分身を解くことで、戦術チャクラを瞬時にオリジナルのものとして運用することができる。そしてナルトはこの戦術チャクラを使用し、高威力の風遁、螺旋手裏剣を完成させた。この原理は渦彦にも応用が効くかもしれない。現在のボルトはジュラを相手にチャクラを取り込む時間を確保することができずにいる。これを解決するために、影分身に星のチャクラの吸収を任せられるかどうかが重要となるだろう。そのためには、桃式とのコミュニケーションが必要なのではないだろうか。孤児はボルトはジュラに現時点では勝てないとしていることから、渦彦を理想の状態でジュラに当てられるタイミングを伺っていたのかもしれない。それまでの間に桃式絡みのイベントが発生していた可能性がある。ジュラとの戦いでボルトの命が失われてしまえば、桃式の野望も途絶えてしまう。ボルトには桃式と一時的にでも契約できる余地がある。第2部における桃式の初登場が期待される。そしてボルトとジュラの最後の戦いは、影分身の術が活躍する内容となるのかもしれない。前回22話の扉絵では、ボルトの姿が描かれた。第2部からのボルトは、金属でできた装飾品を多く身につけている点が印象的である。様々な形をしたこれらの装飾品は、ボルトの機動力の要となる飛来神の術に使われる。ボルトの飛来神の術は千手とビラマが開発したものと異なり、使用するには自身のチャクラを付与した媒体が必要となる。ボルトは媒体にふさわしい物質として、チャクラの付与が比較的容易な金属を採用した。しかし、この媒体が複数存在する場合にはどれに移動するかが定まらない。この問題を解決するために、ボルトは媒体となる金属一つ一つの形を異なるものに変えた。術の使用時にその媒体の図形をイメージすることで、思い通りの場所へ移動することを可能にした。ボルトがイメージしやすい図形が使われていることから、装飾品の数々にはボルトにまつわる背景や意味があるに違いない。そこで今回、新たに身につけているこちらの2つの図形に注目してみる。この2つの図形をルーン文字として捉えてみることで面白い発見があった。ルーン文字とは、ゲルマン語の表記に使われた古代の文字体系。北欧神話では最高種、オーディンが得た知恵の象徴として予言や呪術に用いられている。まずは左肩についたこちらの図形から紹介する。こちらの図形はお皿と呼ばれる文字と似ている。伝統、家、祖先、結束などの意味を持つ。さらにルーン文字は上下逆にすることで、その意味も逆にする場合がある。お皿の場合は家系の断絶、遺産の喪失、根なし、分裂などを意味するということになる。これらの意味から、エイダの真術、全能による異変が連想されないだろうか。ボルトは他での息子として恵まれた環境で過ごしてきたが、全能でその環境は一転、木の葉の里のよそ者と認識されるだけでなく、反逆者として追われる立場となってしまった。次に、波風港の区内にも見える首飾りの方の図形は、
アルジズという文字に近いと言える。正位置の意味は神の加護、生命などとされるのに対し、逆位置は死や破滅を意味している。これはまさに23は現在の状況を的確に表していると言えるだろう。ボルトはジュラから命を狙われている状況。しかし13話では、神の加護を思わせる出来事も起きている。作者の池本先生は、変化の激しいボルトの現状を反対同士の意味を持つルーン文字でうまく表している。ボルトは予言から知恵を得たことで、未来で習得するはずの飛来神の術を現在の時点で身につけている。この術の媒体として使われているルーン文字の図形からは、以上のようなボルトの現状との関わりが感じられるのである。ちなみに、渦巻き一族の門のような図形の首飾りは、設定画で日向が身につけているものとよく似ている。今思えば、当時から日向とナルトが結ばれる構想があったのかもしれないと感じられる。この日向の首飾りをボルトが受け継いでいると思うと非常に感動的である。ボルトが飛来神の術を使用する中でまだまだ登場するかもしれない金属の数々、この図形に関して思いついたことがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。孤児は真実、実報について重要な事実を隠していた。実報によって見られる可能性の情報は、更新されることがあるようだ。今回の更新は6日ぶりであったことから、ボルトはこの6日間で孤児の認識外での行動を起こしたのだと考えられる。孤児が22話までに見てきた未来は、23話から6日前の時点に見えていた未来に過ぎないということなのだろう。実報による未来の情報には鮮度があり、時間の経過で正確さを失っていく。現実がどの未来のルートを走っているのかを正確に把握することは難しい。孤児は現状の把握のためにエイダの千里眼に頼っていたが、この能力をもってしても全ての現状を瞬時に理解するには至らない。エイダの意識から見える範囲外で孤児の想定外の出来事が起こってしまえば、孤児の認識と現実に誤差が生まれることになる。エイダが孤児に隠している事実がないとも限らない。この誤差は前回の更新から時間が経過していくほどに広がっていきやすい。これに加えてボルトのような得意点が世界に関与している。この6日の間にさらに可能性が枝分かれしているだけでなく、新たな可能性が切り開かれたということも考えられる。実報の更新は、こうした可能性の変化に追いつき、認識のズレを修正するための効果のように見える。起こりうる可能性が分岐することで収集がつかなくなっている情報が、現在のものに更新されることで整理されるのではないだろうか。孤児の眼前には未来の可能性と考えられる新たなシーンの数々が流れていたが、その中には今回起きた結果となる情報も映っていた。更新直後に見た時点の少し先の未来の情報は、かなり正確なものであるはずだ。運命の得意点などの存在によって未来が不安定になったとしても、実報が更新されれば情報の優位性を取り戻すことができるのかもしれない。映写機のフィルムのように見えるシーンの数々には、気になるものが取り上げきれないほどに多くあった。今後の動画で整理しようと思う。以上が最新23話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、23話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、良ければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。